明けましておめでとうございます。今年も頑張るという抱負は、今すぐ捨ててください。あなたの人生を変えるのは、あなたの意志力ではなく、スマホの中の設定だけです。今日これからお伝えする、たった3つの設定を、この動画を見終わった直後の5分で、完了させてください。それだけで、あなたの2026年の資産形成は、自動的に成功し、老後の不安は半分以下になります。これは精神論ではありません。数学的に証明された価値格の方です。今日お話しする3つの設定は、1つ目、入金の完全自動化。2つ目、現金防衛ラインの再設定。そして3つ目、50代に最も必要な取り崩しメンタルの予約です。では、行きましょう。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。新しい年が明けました。皆さんは今、おせち料理を囲んだり、箱根駅伝を眺めたりしながら、今年こそはと、決意を新たにしていることでしょう。今年こそ貯金を増やすぞ。新NISAをフル活用するぞ。無駄遣いを減らすぞ。そのすがすがしい気持ち、本当によくわかります。しかし、長年この荒波を見てきた船長として、あえて水を差すようなことを言わせてください。その熱い決意は、残念ながら来週には消えています。1月7日の七草がゆを食べる頃には、すっかり元の生活に戻っているでしょう。これはあなたが怠け者だからではありません。人間の脳が、そのようにできているからです。行動経済学には、現状維持バイアスという言葉があります。私たちは、放っておくと、必ず昨日と同じ楽な方へと、流されていく生き物なのです。ダイエットも英語学習も、そして貯金も、意志の力だけで継続できる人は、100人に1人もいません。だからこそ、2026年の元日に、皆さんに約束してほしいことがあります。それは、自分の意志を信じないということです。意志に頼るのではなく、システムに頼ってください。私がこの航路で、皆さんをゴールまで案内するために、最も重視しているのは、一度決めたら、あとは忘れること。これにつきます。特に私たち50代には、20代のような時間もなければ、失敗を取り返すエネルギーも、残り少なくなっています。だからこそ、元日の今日、まだ頭が冴えていて、邪魔が入らないこの静かな時間に、自動運転のスイッチを入れてしまう必要があるのです。今日これからお話しする3つの設定は、一度やってしまえば、あとは1年間、何もしなくても勝手にお金が増え、勝手にリスク管理ができる、最強の仕組みです。準備はいいでしょうか。では具体的に、どんなスイッチを入れるべきか、1つ目の設定から解説します。これは基本にして、奥義です。入金の完全自動化です。新NISAを利用している方の多くは、すでに積み立て設定をされていると思いますが、ここで確認していただきたいのは、余計な思考が入り込む隙間が完全に埋められているかどうかです。例えば、毎月お給料が入ったら、銀行に行って記帳し、手動で証券口座に入金して、その都度注文を出している。もしこの手順を踏んでいるなら、今すぐやめてください。人間は、お金を払うという行為に、物理的な痛みを感じる生き物です。毎月手動で入金していると、必ず迷いが生じます。相場が暴落してニュースが騒いでいる時には、もっと下がるかもしれない。今月はやめておこうかと怖くなり、逆に相場が絶好調で最高値を更新している時には、今買うと高値つかみになるんじゃないか。少し下がるのを待とうかと躊躇します。その一瞬の迷いが、積み立て投資の最大のリターンである、ドルコスト平均法の恩恵を消滅させてしまうのです。積み立て投資の勝率が最も高いのは、相場を見ずに機械的に買い続けた人、あるいは極端な話、口座のパスワードを忘れて放置していた人です。正解は、クレジットカード積み立て、または銀行引き落としによる
完全放置の積み立て設定です。これなら、あなたの感情がどうあれ、相場がどうあれ、システムが勝手に淡々と未来の種をまき続けてくれます。もし設定がまだの方は、今すぐスマホを取り出して、証券会社のアプリを開いてください。そして、全世界株式か、全米株式などの有料インデックスの投資信託を選び、無理のない金額で自動積み立ての設定を完了させてください。銘柄選びで迷う必要はありません。世界経済が成長し続けることにかける。それだけで十分です。ここで重要なのは金額設定です。頑張って月10万円と無理をする必要はありません。50代にとって大切なのは金額の大きさよりも継続することです。途中で生活が苦しくなって積み立てを止めてしまうのが一番の失敗です。月3万円でも1万円でも構いません。とにかく自動で回り続けるエンジンを今日この日に始動させることが何よりも重要なのです。意志力が最も強い元日のうちにこの痛みを感じないシステムを完成させてしまってください。続いて2つ目の設定です。これは攻めの設定ではなく守りの設定です。現金防衛ラインの再設定です。投資ばかりに目が行きがちですが、50代にとっての生命線は実は現金です。暴落が起きた時、私たちを守ってくれるのは株でも債券でもなく銀行口座にある日本円だからです。では、いくら持っていれば安心なのか。これにも明確な型があります。生活費の半年分から2年分。これが教科書的な正解ですが、私、船長流としては、もう少しで厚く、年齢×10万円という目安を提案したいと思います。例えばあなたが55歳なら、550万円です。この金額を絶対にいじらないお金として、投資用口座とは別の生活防衛資金専用の口座に分けておいてください。なぜこれほどの現金が必要かというと、50代には若者にはない想定外の出費のリスクがあまりにも多すぎるからです。突然の親の介護で実家のリフォームが必要になるかもしれません。自分自身が病気になり働けない期間ができるかもしれません。あるいは子供の結婚援助や家の設備の故障など数百万円単位のお金が動くイベントが50代には集中しています。その時にもし資産のすべてを株に入れていて、ちょうどリーマンショックのような大暴落が起きていたらどうなるでしょうか。泣く泣く半値になった株を売って現金を工面しなければなりません。これは資産形成において最悪のシナリオであり、老後破産への直行便です。逆に言えば、十分な現金さえ確保していれば、どんな暴落が来ても、ああ、株価が下がっているな。でも生活には困らないから放置しておこう。と、笑っていられるのです。この心の余裕こそが、長期投資を成功させる鍵です。多くの人が暴落で老婆有利をしてしまうのは、株価が下がったからではなく、手元の現金が不安になるからです。元日の今日、家中の通帳をすべて引っ張り出し、今、動かせる現金はいくらか、防衛ラインは確保できているか、これを計算してください。もし足りなければ、今年の投資額を減らしてでも、現金の確保を優先してください。それが、2026年を心穏やかに過ごすための最強のお守りになります。そして最後、3つ目の設定です。これが今日の動画で最も伝えたかったことです。多くの YouTuber は増やし方しか教えませんが、私は出口の話をします。取り崩しメンタルの予約です。これはスマホの設定ではなく、あなたの脳みその設定です。私たち50代は遠くない未来に必ず資産を取り崩す日を迎えます。しかし、これが本当に難しいのです。長年、必死に増やしてきた資産を自分の手で減らしていく行為は、
身を削られるような恐怖を伴います。実際に90歳になっても怖くて使えないまま数千万円を残して亡くなる人が後を絶ちません。これでは何のために我慢して投資をしてきたのか分かりません。だからこそ元日の今日いつどうなったら使うかという予約をしておくのです。具体的には 4% ルールのような定率取り崩しの知識を持つことも大切ですが、もっとシンプルにリターン分は使うというルールを決めてしまうのがおすすめです。例えば新NISAで運用して年末に評価額を見たとします。もし100万円増えていたら、その半分の50万円は来年の旅行や趣味のために思い切って売却して使う、そういう贅沢の予約を今のうちにしておくのです。まだ資産が少ないから関係ない、そう思うかもしれません。しかし出口のイメージがない後悔はただの漂流です。何のために増やしているのか、その目的が明確でなければ暴落が来た時に耐えられません。妻と世界一周するため、孫の学費を出すため、リフォームして快適に暮らすため、その目的のために私は今積み立てをしているのだ、そう確信できた時、投資は単なるマネーゲームではなく人生を豊かにするプロジェクトに変わります。今日この後、手帳の1月1日のページにこう書いてください。私は幸せになるために投資をしている。増えたお金は必ず思い出に変える。この一行が暴落時の恐怖や取り崩し時の罪悪感からあなたを救ってくれるはずです。亡くなる時に一番金持ちを目指すのではなく、亡くなる時に一番思い出を持っている人を目指す。そのための準備を今日から始めてください。いかがでしたでしょうか。1、入金の自動化。2、現金の防衛ライン。そして3、取り崩しの予約。この3つは地味で退屈な作業かもしれません。華やかな送り人への道でもなければ一発逆転の魔法でもありません。しかし投資の勝負というのは派手な売買の中にあるのではなく、こうした地味な準備の中にしか存在しません。元日の今日、たった5分を使ってこの設定を完了させた人だけが年末に笑うことができます。いや、年末どころか10年後、20年後にあの時の自分が正しかったと感謝することになるでしょう。皆さんの2026年の航路が順風満帆であることを心から祈っています。今年も1年、私と一緒に賢く着実に資産を育てていきましょう。過去の動画もぜひご覧ください。固定コメントにも今日の要点をまとめておきますので、ぜひチェックして設定完了しましたと報告を書き込んでください。皆さんのご報告、コメントを楽しみに待っています。